皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは以前お話ししていた証券会社のレーティングについて詳しくデータ分析、新たな企画として進めたいと思います。皆さんもよく投資判断をする際に証券会社の銘柄推奨レポートご覧になるかと思います。この銘柄は買いだ、あるいは売りだ。また証券会社によってはオーバーウェイト、アンダーウェイトといったような表現をするところもあるかと思います。様々な証券会社がいろんな銘柄に対して買い推奨、売り推奨、あるいは目標株価というのを設定しています。それに対してある程度時間が経った時にその銘柄が本当に上がっているのか、あるいは推奨レポートの意に反して下がってしまっているのか、当たっているか外れているかという検証ですね。これを行っていきたいと思います。また皆さんの中でも疑惑をお持ちの方いらっしゃるかと思いますが、証券会社が株価を引き上げたいためにわざと買い推奨を入れる、あるいはその逆、株価を押し下げるためにあえて売り推奨を出す、そして個人の投資家をはめ込む、証券会社がわざと自分の利益になる方向に推奨レポートを出しているんではないかと、そういったところまで後々企画としては分析していければ面白いんではないかと思っています。それではまずはこちらの企画初回ですので、具体的にどのようなデータ分析を行っているかご説明したいと思います。クイックのホームページから抜粋していますけれども、証券会社による株式レーティングはどう決まるか、財務状況や利益水準といったところ、それによって各証券会社が個別の銘柄に対して目標株価、投資判断というのを出すわけですね。理想の形として書かれているのが、将来の理論株価、目標株価を弾き出して推奨するかしないかを証券会社の顧客、投資家に向けて発信しますと記されています。ただ証券会社によってはレーティングの評価が変わってくるということで、具体的にご覧いただきますとこちら。例えば岩井コスモ証券だと5段階で A、B プラス B、B-C という表現を使っています。あるいは SMBC 日興証券だとアウトパフォーム1、中立2、アンダーパフォーム3と3段階ですね。同じ3段階でも SBI 証券だと買い、中立、売りというような表現をしている。証券会社によって結構まちまちな定義が用いられているというわけです。5段階のところだと 5% と 15% に敷地を設けているところが目立ちますし、3段階のところだと平均を上回る、中央値を上回るといったような緩い判断基準のところも結構見受けられるというわけですね。そしてこちらのリストにはありませんが、一応4段階評価を出す証券会社もあると。ですので、まずデータ分析を行う際には、この各社まちまちの表現を用いている推奨の度合いですね。何段階評価を用いているのか。それを統一基準として数値化していかなければいけないというわけです。そこで今回当チャンネルとして統一基準、各社のレーティングを変換してですね、一律の表現に直すときに用いたのがこちらの5段階です。プラス2からマイナス2まで中立が0という形で、買い推奨の場合がプラス、一方で売り推奨の場合がマイナスというような5段階の数字。ですので、そもそも証券会社の推奨レポートの定義自体が5段階になっているような会社ですね。先ほどご覧いただいたような岩井コスモ証券のアルファベット方式、あるいは1、2、3、4、5というような5段階評価であっても、これはですね、そのままプラス2からマイナス2に横移動で変換していけばいいわけです。一方、3段階評価の会社はどのように変換していったかと言いますと、例えば買い、中立、売りという3段階評価をしている会社であれば、プラス2、0、マイナス2の3つにプロットしていきます。間違った表現でオーバーウェイト、ニュートラル、ホールド、アンダーウェイト、そういった表現をしているところであれば、同じくプラス2、0、マイナス2というような割り振りを今回は用いています。また滅多にありませんが、4段階の評価を用いている証券会社の場合は、中立0を飛ばして強い買い、中立売りとプラス2、プラス1、マイナス1、マイナス2の4つに割り振っています。要するに各段階とも真ん中が0になるように変換しているわけですけれども、4段階のところ中立マイナス1になっているではないかと。これはですね、皆さんもご存知かと思いますが、各証券会社のレポートというのは、買い推奨にだいぶ偏りを持って出されることが一般的に知られています。そういった研究もあるぐらいですので、4段階の場合はどちらかというと買いの方を幅広にとって中立を
下げていると。めったにそういった証券会社もありませんので、一旦はこちらの処理でデータ分析を行っております。それでは各証券会社の推奨レポートのまちまちだった評価基準が統一できたというところで、今回は何を分析していくかと言いますと、証券会社が個別銘柄に対してレポートを出した日ですね。これを推奨の日とします。これに対して証券会社は結構大手のところだと、もうすぐに翌日株価反応することよくありますけれども、本質的にはですね、先ほどご紹介した通り、目標株価というのを理論的に用いて推奨を出すと、あるべき論ですけれども、そういった形ですので、一定期間ですね、時間が経ってから推奨通りの株価推移をたどっているのか、あるいは予想に反した動きをしているのかというのを検証したいわけです。ですので、推奨日からある程度時間が経って現時点、この分析を行った9月25日ですね、ここまでをそのレポート出された銘柄がどのような動きをしているか見ていきたいというわけです。そして、証券会社の推奨レポートの中には、レーティング、先ほど統一基準に変換したものですね。3段階、5段階とバラバラのもの。これと別に、その銘柄がどれくらいの株価まで達するんではないかと考えている各証券会社の目標株価というのもあります。この2種類をですね、この企画では分析の対象としていきます。そうするとですね、レポートの種類には4種類大きく分けて存在するかと思います。レーティングの引き上げと目標株価の引き上げ。レーティングの変更はないけれども、目標株価だけ引き上げるもの。そしてレーティングの引き下げと目標株価の引き下げ。こちらのパターンでもレーティング引き下げはなくても目標株価だけ引き下げるというような場合もあります。そして大きく分けて4通りと申し上げましたが、おおむねですね、このパターンに分けられるわけですけれども、例外的にレーティング引き上げるけれども目標株価は下げているといったようなレポートも存在はします。存在はしますが、株価に対するインパクトとして継続する際には難しいなと。レポートの正誤に対する評価の判断が難しいということです。そして推奨されてから現時点までの株価の推移、その銘柄のパフォーマンスが上がっているのか下がっているのかというのを比べていくわけですけれども、例えばですね、レポートを出してから現時点まで市場全体がすごく上がっている期間、トピックスが非常に堅調であったと、皆さんもよく表現されるかと思いますが、どの銘柄買っていても買っているような相場局面であれば、それはちょっとレポートの評価に含めるのは正しくないのではないかということで、この対象期間の評価された銘柄パフォーマンスから市場全体トピックスのパフォーマンスを差し引いて、純粋にアルファとして表現される部分、これを今回は用いています。そして最後に今回分析対象としているレポート出された期間については2パターンご用意していまして、7月8月に出されたレポート、これはですね1ヶ月から3ヶ月程度すでに経過しているものですので、これぐらいの期間で一旦レポートの効力というのを見ていきたいと。そしてもう一パターンが9月に出されたレポートです。これはですね、最も直近であれば9月25日、一番今回データ分析で近かった瞬間までリストアップしていますので、今後数ヶ月間の動きの参考に、投資のご判断に使っていただければということでご用意したデータ分析になります。それではお待たせいたしました。各証券会社が個別銘柄に対して付与しているレーティングのうち、7月、8月に出されたレーティング引き下げのものですね。ご覧いただいています。項目は左から順番に対象の銘柄、そしてレポートを出した証券会社とその日付ですね。そしてレーティングと書いている列に関しては、変更前変更後2から0というのは、先ほどご紹介した統一基準のプラス2から0への変化ということなので、下位から中立というようなイメージです。そして目標株価という列、こちらに関しては、レーティングと同時に出された目標株価というのが前後でどれぐらい変化しているかというのを表現しています。そしてパフォーマンスという列、こちらが今一つ前のスライドでご覧いただいたレポートが出された推奨日から9月25日現時点まで株価推移がどれくらい及んでいるかというところ、そこから市場全体トピックスですね、平均的に相場がどれくらい動いたかという分を差し引いて、アルファという列がレポート対象銘柄の勝ち負けということになります。今回はですね、このアルファの列を中心にご覧いただきながらお楽しみいただければと思います。そうすると7月、8月に出された
レポートのうち、レーティングが引き下げられたものというのを拾っていますので、パフォーマンスアルファの部分に関しては、マイナスの方が当たり、そしてプラスになっている銘柄は外れたのか、あるいは証券会社が意図的に操作をしているのか、わかりませんけれども、そういった見方ができる銘柄です。上から順番に大きな乖離が出ている銘柄ですね。例えば、セブン&アイ・ホールディングス。7月18日に岩井コスモ証券、8月19日にジェフリーズ証券がレーティングの引き下げを行いましたが、それぞれの推奨日から現時点までのそれぞれアルファはプラスの 28.5%、23.4% ととんでもなく上昇している。これに関しては皆さんご存知の通り、買収案件が出てきたからですね。レーティング引き下げの方に動いて買収案件、これで爆発的に上がるということなので、おそらくこれら証券会社に関しては、そのイベントの認識がなかったかと思われます。もしくはかなり深読みをすれば、買収価格を下げるために証券会社に頼んで、あえて事前の引き下げを行ったというような推測もできますけれども、この辺はですね、このデータだけ見ていてもわからない、もっとセブン&アイ・ホールディングス個別のデータというのを確認していかないと明言はできないといったようなところです。そういった個別案件における怪しい証券会社の動きというのは、1、2ヶ月前にいくつかの銘柄に対して証券会社の変な動きというのをご紹介しましたので、具体的にはそちらご覧いただければと思います。話を戻しまして、レーティング引き下げを行ったにもかかわらず、株価大きなプラスが出ている銘柄、他には ZOZO があります。この銘柄に対する証券会社の推奨レポート、レーティングの引き下げではあるんですけれども、目標株価は引き上げになっているという例外的パターンです。とはいえ、目標株価の変更前の段階がいつ出されたものか、だいぶ古いタイミングのものであって、ずっとそこから更新していないというようなこともありますので、ここは個別事象によるものなんですけれども、この両社ですね、4600円、4480円という目標株価に関して、現時点では4900円程度と、そして週末時点では5000円超えてきていますので、このあたり8月に出されたものとはいえ、少し保守的すぎる見方をしているんではないかというような銘柄です。そして ZOZO のすぐ下、清水建設、スクエニホールディングスなども大きなプラスのアルファが出ていますので、証券会社の予想が外れたものとなります。また下の方行きますと、こちらですね。この4銘柄、吉野家、日本、GS 湯浅、光栄テクモといったところもレーティング引き下げ、特に上の吉野家と一番下の光栄テクモに関しては、中立から売りの推奨になる。先ほど申し上げた通り、レポート全体としては買い推奨に偏る傾向があるにもかかわらず、売り推奨が出されるということは、結構な自信があると、もしくは何か企んでいる可能性もあると、そういった見方ができるようなところかと思います。特に光栄テクモ UBS 証券が出したレポートは8月1日ですので、日銀が7月末に利上げを行った後に植田総裁の結構めちゃくちゃな発言によって大きく円高に動き出したタイミングですので、それを見た上で外してきているということになると、ちょっと違和感を感じざるを得ないようなレポートになってきます。それでは今度9月に出されたレポートですね、ご覧いただきますとこちら。その中でも引き下げのものをピックアップしているわけですけれども、例えば上から2番目の三菱電機、UBS 証券、今お話ししたところですが、2からマイナス2と変更幅で4のマイナス、つまりマックス引き下げたということですが、目標株価は2900円から1800円と、一応この銘柄のパフォーマンス、アルファの部分だとマイナス 4.2% と、約1週間経ちましたけれども、今のところですね、引き下げの方向という予想は当たっているわけですけれども、本当にそこまで下がる効果のあるような業績あるいは株価の推移になってくるのかというのは今後見ていきたいところですね。リストご覧いただいてもマイナス4の引き下げというのは結構レアですね。この他にも今リストアップしていませんが、先ほどご覧いただいた通り、レーティング変更はしなくても目標株価だけ変更するというようなレポートもありますので、レーティングの変更幅0というデータの方が圧倒的に多いわけです。その中で引き下げをピックアップした上でマイナス4はこれだけということなので、よほど何か自信を持って証券会社は出しているというふうに考えるのが自然だと思われます。その他個別銘柄で気になるところ、後ほどご紹介しますが、資生堂ですね。9月の4日、5日にそれぞれレポートが出されて、買いから中立になっています。資生堂はかなり中国経済の懸念というのが長らく続いてきて、インバウンドも
期待できなくなってくるというような話題。株価の推移というのはだいぶ右肩下がりに辿ってきたわけですが、今更になってですね、目標株価を3000円台後半に 40% 程度引き下げてきたというわけですが、これがですね、タイミングとして今更と申し上げましたが、引き下げを行った後に9月に入って大きくパフォーマンスとしてはプラスに出ている。月初からは 14% 前後の超過収益ですね。こういうのを見ると、証券会社にもかかわらず、投資初心者みたいな、そこで売って天井で買うみたいな投資行動を進めるレポートを出してしまっているわけです。ただ、こちら9月に出されたレポートですので、2ヶ月3ヶ月とある程度推移見守ってみて、もしかしたらこのアルファ 14% 程度の資生堂の超過収益というのは、もしかしたら一時的なもので、彼らの言う通り本当に株価反転して下がってしまうということも考えられますので、これはですね、もうロジックというか、彼らの引き下げた理由、業績に関するところというのを見ていって、資生堂が本当にそういった状況をたどるのかというのを今後確認していきたいところです。そして他にもマイナス4のレーティング幅になっているのは日産であったりロームといったところですね。結構自動車なんかは為替円高にも触れてきていますので、輸出がだいぶ少なかったというのも鑑みると、少し今後要注意になってくるような銘柄かもしれません。またロームに関してはマイナス4の引き下げをしているのがマッコーリーという証券会社。これ後ほどご覧いただきますが、結構信憑性高い方の証券会社に入りますので、これもですね、目標株価の変更1900円から1200円と、現時点の株価1500円をまたいでの変更となっていますので、結構今後注目していきたい銘柄かと思われます。それでは今度レーティングが引き上げられた銘柄のリストをご覧いただきたいと思います。まずは7月、8月変更されたものをご覧いただきますと、同一の銘柄に対して複数の証券会社が変更を出しているレーザーテック8月8日に3社も出していますね。しかも全てが外資系と。今株価ですね、2500円弱というところですけれども、目標株価は4万円、3万4000円、28,700円と、結構振れ幅はありますね。ですので一番右、現時点の株価から各証券会社の目標株価までの上昇余地というところだと 20% から 60% までだいぶ広くなっているんですが、先ほど申し上げたマッコーリーに関してはもう残り 20% 程度の上昇余地しかない。レーティング引き上げは行っていますけれども、目標株価は元々の 31,500 円から引き下げているという状況です。ある程度ですね、8月の第1週大きく過去類を見ないような値幅で暴落したタイミング、その直後にレーザーテックの買い推奨が出てきていますので、結局後から振り返るとですね、ああいった暴落のタイミングで勇気を持って買いに回れるのが価値の要素になってくるというのを体現しているのがこの証券会社のレポートでも垣間見れるわけです。やはりレーティング引き上げ方向の変更ですので、個別銘柄のパフォーマンス、アルファの部分に関してもプラスが出ている銘柄が多いですが、かなり大幅な超過収益、アルファが出ている銘柄がこちら、住友林業、富士倉、IHI となっています。これはですね、先ほどと打って変わって、証券会社国内系が出しているレポートが多いですが、これは素直にいいタイミングでいいレポートが出せたんではないかというところですね。いいレポートが出せるかどうかという点においては、先ほど目標株価の変更前、これがだいぶ古いタイミングだと、更新比較の価値がないと申し上げましたけれども、このあたりの数字、ある程度ですね、期間を置かずに更新されているような大型銘柄の中で、こういった大幅な目標株価の変更というのは、レポートの価値に対して優位に効いてくる可能性というのが考えられる、そういったデータになってきます。例えば、富士倉 IHI に関しては、上昇余地、すでにもうそれぞれの証券会社の目標株価を超えた現在の株価ですので、このあたり今後更新してくるかというのは見ものになってきますね。また目標株価の愛心のところ少し段ずれが生じてしまっていますけれども、そのあたりはご容赦いただければというところで、最もパフォーマンス超過収益のアルファが大きく出ているのがこちら。ベイカレント7割近くの超過収益ですね。レポートが出たのが7月1日と最も今回の分析対象でスタート時点に出されていますので、だいたい3ヶ月弱経っています。これがですね、JP モルガンがレポート出したタイミングでの株価3240円に対して、目標株価3400円だったんですけれども、4000円まで引き上げ。これが現時点の株価で5300円程度ですので、この買い推奨の変更を信じて買った方はかなり大きなメリットが享受できたんではないかと考えられます。あとはですね、そもそも
こちらのリストの数が結構多いなと。先ほどのレーティング引き下げの7月8月分も結構あったんですけれども、それよりも倍近く件数あるというところが、やはり証券会社は買い推奨のレポートに偏りがちというのを体感していただけるかと思います。あと大きなアルファ出ているのは中ほど日発であったり IIJ などですね。ちょうど真ん中7月3日に IIJ のレポートを出しているジェフリーズ証券。こちらも結構信憑性高い証券会社になってきますので、このあたりも注目していただければと思います。それでは今度9月にレーティング引き上げが行われた銘柄ご覧いただきますと、9月の25日にレポートで出ているものに関しては、パフォーマンスのところアルファが0になっている、浮いているところですね。アドバンテストなどは今後どういう動きをしていくかの注目になってきますが、結構上がっていますね。あと大きなアルファ出ているところですと、後ほどご覧いただく資生堂、ゴールドマンサックスであったり、NTT データグループ、モルガン MUFG、そして IHI、大和証券。結構同じような銘柄が何度か登場してくるというような印象はあるかもしれません。あと、近鉄グループであったり、星崎、クレディセゾン。こちらも複数の証券会社が同一銘柄に対して出していますので、後ほどご覧いただきます。あと下から3番目ですね。GS 湯浅。こちら面白いのが、9月の2日に大和証券が出しています。この日付、日経平均の銘柄入れ替えが行われる直前なんですね。ここでレーティングの引き上げを行っていると。そして GS 湯浅とチャンネルご覧いただいている方ですと、2、3個前の動画で出てきていたなと。実はこの銘柄、日経平均の9月末の入れ替え対象として可能性のあった銘柄ですね。もしかしたら日経平均から除外されるかもしれない。一部の証券会社ではそう予想されていたんですが、一応除外対象からは免れたというわけです。ただ9月の2日ですので、正式に発表される直前、ここで買い推奨に引き上げるということは、もし GS 湯浅が除外対象に選ばれてしまっていたら、結構大惨事というか予想は外れと。しかも業績に関係ないところで下がってしまっていたわけです。これが今回は除外対象として選ばれなかったために、かなりのアルファ 11% 近くですね、出ているということです。これ振り返ってみると、大和証券のレポートに対する評価どういうふうに判断できるかと言いますと、どこかで GS 湯浅は除外にはならないというような自信が持ているほど、データ分析、クオンツ部隊が優秀な実力を持っているか、あるいはある程度日経新聞社とつながっていて知っていたのかと、そういったような推測が立つわけです。こういったところもこちらのデータだけではなく、機関投資家の動きなど、当チャンネル他の動画で出てくるような銘柄見ていても面白いところかと思います。さてそれぞれレーティング引き上げ引き下げで7月8月分と9月分ご覧いただきました。まだ7月8月に出されたレポートも新鮮な方ではありますけれども、今後注目していきたいところ、9月のレーティング変更あった銘柄というのは皆さんも気になるものをピックアップして追いかけてみてはいかがでしょうか。今ご覧いただいた4パターンの各証券会社のレポートをですね、当たり外れ、つまり引き下げたものに関してはマイナスの方向にアルファが出ると勝ち、引き上げたものに関してはプラスの方向にアルファが出ると勝ちという素直な計算のもと、レポートの数に対してどれぐらいの勝敗になっているか。今プロ野球界優勝争いが佳境に入ってだいぶ盛り上がっていますけれども、その順位表みたいな形で各証券会社勝率出してみますとこちら。そして7月から9月まででだいたい220近くのレポートリストをご覧いただいたわけですが、それぞれの証券会社で数カウントするとご覧の通りですね。一番少ないのが一番最下位の一吉証券3つ。そして一番多くて大和証券27となっています。だいたい10前後ですかね。そして先ほどからたびたび登場しているマッコーリーという証券会社。これがレポート10出して10勝全勝なんですね。つまりレポートと同じ方向に進んでいる銘柄しかないというわけです。これが首位。そして2位がゴールドマンサックス。7個のレポートを出して6勝1敗、貯金5と。これ 2.5 ゲーム差ですね。勝率は8割5分7厘。それに続くのがモルガン MUFG。レポートは19個出していますので結構出していますね。これで16勝3敗と。貯金の数では一番上。中ほどでちょっとジェフリーズ証券も結構いいところというふうに申し上げましたが、ちょっと順位表の中ですと下の方ですね。勝率6割5分のところ、レポート20個出して13勝7敗というところです。レポート最多の大和証券は GS 湯浅のところで面白い動きしているなと申し上げましたが、13勝14敗ということで、
レポートあってもなくても上に上がるか下に下がるかという意味では、あまりレポートの価値として評価が難しいところかと。この順位表あまり下の方行ってしまいますと、巷でよく言われるような逆進というような扱いされてしまうかもしれませんが、このあたりもですね、今後更新していきたいと思います。ですので、9月25日時点での順位表ということになります。そして先ほど4パターンご覧いただきましたが、それぞれの期間別にレポートの当たり外れというのを確率でご覧いただきますと、こちら、レーティング引き上げのものに関しては、7、8月に出たレポートの当たり方というのが 73% に対して、9月はまだ時間短いですけれども、64% 程度と、ちょっと下がっているわけですね。一方、引き下げの方に関しては 57% から 75% に上がっているということで、少しレーティング引き下げのレポートに信憑性が足元では出てきているんではないかと。引き下げの方が当たりやすいということは、ちょっと短絡的ではありますが、少し株価の先行き懸念が機関投資家界隈でも出てきていて、それが実際の株価にも具現化されているというような懸念も一つとして考えられる。そして最後にこちら、同じ銘柄に対して複数の証券会社が出しているというレポート、面白いのが、同じ方向に出している場合というのはあまり面白くないんですけれども、一番変化球なのが資生堂ですね。9月2日から10日、約1週間にかけて複数の証券会社5社も出しているんですけれども、レーティング引き下げが2社、変更なしも2社、そしてゴールドマンサックスは引き上げで1社と、これでアルファプラスに出ていますので、買っているのはゴールドマンサックス、そして維持の中でも買い推奨で維持している野村証券も目標株価だいぶ下げてしまっていますが、買い推奨維持ということであれば悪くはないといったような判断ができるかと思います。このあたりもですね、先ほど順位表をご覧いただきましたが、各証券会社の中でセクターごとにレポートを出す担当者というのが分かれている。つまりどのセクターに強みのある証券会社なのかというのが分かってくるデータになっているかと思います。こういった分析手法も今後取り入れていきたいと思いますし、今回から始めるこちらの企画、だいぶ幅を広げれる、やろうと思えばいろんな分析ができるデータをご紹介できると、証券会社の良し悪し、セクターごとの有能さというのも今後見ていきたいと思いますので、ぜひ面白いなと思っていただけた方は高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルお楽しみいただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。